モンハンの歴史の中でも、見逃せない要素の一つが、防衛クエストだ。前編と後編に分けて、防衛クエストの進化を振り返ってみるぜ。今回の前編は、モンハン4までの紹介だ。百竜夜行難しいわ。霊夢は苦手だもんな、百竜夜行。あたふたしてる間に最終関門がボコボコにされちゃうのよ。その辺は慣れるしかないぜ。強者たちがずっと戦ってくれたらいいのに。それはそれで、モンスターがかわいそうだけどな。百竜夜行は、防衛クエストの集大成って感じがして私は好きだぜ。防衛クエスト？迫り来たるモンスターから、砦などを守るクエストだ。これまでは、超巨大モンスターを相手にすることが多かったな。確か、ラオシャンロンとかだっけ？モンスターは知ってるけど、どんな風に戦ったのかは知らないわ。防衛クエストは、モンハンの進化の歴史の一翼を担っている大きな要素だ。今回は、歴代のモンハンシリーズの防衛クエストの仕様と、進化の歴史について教えてやろう。今日は長くなるから前後編に分けるぜ。そんなに長い話になるのね。ところで、防衛クエストっていつからあったの？初代シリーズからだぜ。メインシリーズには、ほぼ必ず防衛クエストが存在する。ハンターズギルドは、5人以上での狩猟を原則禁じているが、防衛クエストは例外だ。この時ばかりは原則を破棄し、ハンターを招集する。まさに非常事態というわけだ。ゲーム的には最大4人で変わらないんだけどな。みんなで戦えるわけじゃないのね。初期は技術的な問題もあったと思うぜ。後のシリーズでは、支援してくれる味方が描写されるようになる。そういう部分も進化していくのね。ということで本題に行くぜ。初代シリーズの防衛クエストの相手は、ラオシャンロンだ。有名なモンスターね。一本角に長い音、首が特徴的な超巨大モンスターで、体長は約70メートルだ。波の大型モンスターなら踏み潰せそうね。実際、そのくらいにはでかいぜ。その巨体の割にラオシャンロンは神出鬼没で、突然現れては縄張りを徘徊するんだ。人の生活圏に入られたら、凄まじい被害が出ることになる。モンスターというより、災害ね。分類は固有種だしな。もたらす被害からラオシャンロンは歩く天才、とも呼ばれている。町や村への侵入を防ぐために、ギルドはラオシャンロンの過去の徘徊ルートを記録し、砦を建築しているんだ。そしてラオシャンロンが出現したら、ハンターを砦に配置して迎撃する。ラオシャンロンが人里を踏み荒らさないように、砦で迎え撃つクエスト、ってことね。そうだぜ。砦へ進行するラオシャンロンを攻撃して、一定以上のダメージを与えれば撃退。体力をすべて削り切れば討伐となる。討伐でも撃退でもクエストクリアになるぜ。3回落つったり、砦の耐久力が0になったり、時間内に一定以上のダメージを与えきれなかったりしたら、クエスト失敗だ。失敗したら砦が破壊され、ラオシャンロンが人里に進行することになる。まあ、ゲームだからやり直しが効くけどな。一度きりだったら悪夢だわ。舞台となるフィールドの砦は、ベースキャンプを中心に各エリアに直行できるようになっている。エリアを移動しつつ、砦に向かうラオシャンロンの体力を削り、最終エリアで決戦するという流れだな。途中で倒せたりしないの？最終エリア以外での討伐はできない仕様になっている。それを抜きにしてもラオシャンロンは体力が高いから、道中で削り切るのは難しいだろうな。私なんか焦って攻撃して、反撃食らいそうな気しかしないわ。移動中のラオシャンロンはただ歩いているだけだから、ハンターを意識的に攻撃してくることはないぜ。だから移動中は弱点部位をひたすら攻撃することになる。だが、ラオシャンロンの弱点部位は体内にあって、ガンナーの貫通弾などでしか狙えないんだ。剣士は部位破壊狙いで頭を攻撃した後、必然的に柔らかめなお腹を切ることになる。竜属性が弱点だから、強力な竜属性双剣の、砲竜剣超絶一門が最適だったな。競争薬グレートをガブ飲みして、乱舞するのが効率が良かった。攻撃してこないなら切り放題じゃない。ただ、気をつけていないとお腹のひるみモーションで潰される。しかも、歩くたびに風圧が発生するから対策してないと、硬直させられることもあるんだ。あと、頭上から岩が落ちてくることがあって、それでダメージを受けることもある。なんで岩が？後方支援とも、ラオシャンロンが落としてるとも、言われてるな。ラオシャンロンも落石でダメージを受けるから、私は後方支援説を押すぜ。ありがたい話。なのかしら？でも、ラオシャンロンがこっちを攻撃してくることもないみたいだし、道中で落ちることはなさそうね。そんなことはないぞ。ラオシャンロン最大の脅威は腹でも風圧でも岩でもなく、尻尾なんだ。ラオシャンロンの尻尾は長い上に、先っぽまで当たり判定がある。さらに途中のエリアは一本道だから、攻撃後に離脱するには、尻尾をかいくぐらないといけない。
離脱タイミングを間違えたら、エリア端で尻尾にこねくり回されてキャンプ送りになる。恐ろしい。お腹への攻撃以外にやれることはないの？移動中のラオシャンロンの背中に飛び乗って、素材を剥ぎ取ることができたぜ。飛び乗るにもタイミングがあるし、落ちたら尻尾をくぐり抜けないといけないから、命がけだったけどな。そして、砦がある最終エリアに、ラオシャンロンが移動したらついに決戦だ。砦にはバリスタと大砲、そしてモンハン大型兵器の代名詞、激流装が設置されている。激流装は初代からあったのね。さらにラオシャンロンが最終エリアに来ると、BGM も英雄の証の一部を利用した曲、最終決戦に変わる。心の底から熱くなる瞬間だぜ。盛り上がる展開だわ。バリスタと大砲で蜂の巣にできるのね。今とは仕様がだいぶ違うから、そうもいかないぜ。そうなの？初代のバリスタは上下に狙いがつけられなかったし、一発撃つと銃座から離れてしまうんだ。だから、撃つたびに狙いをつけ直す必要があったぜ。バリスタの弾は支給品と、ベースキャンプ内の採取でしか補給できない。一度の採取で一発分しか入手できないから、いくつも回収するとなると時間もかかる。手持ちの弾を撃ち尽くしたら、直接攻撃に行くのがセオリーだったな。じゃあ大砲は？大砲の弾もベースキャンプでしか拾えない上に、運搬アイテム扱いなんだ。さらに、ベースキャンプと決戦エリアの間に通路があって、そこには EOS が数体配置されている。一発撃つたびに、運搬クエストのようなクローとプレッシャーがあったんだぜ。さらに当時の大砲は狙いもつけられないし、弾を込めた瞬間に発射してしまう。当てるには射程を把握して、当たる距離になるまで待たなきゃならない。使いどころが制限されるわね。というか、なんで EOS はそんなところにいるのよ。EOS は死肉を食べるから、おこぼれを狙っているんだろうな。古竜が街を襲撃する時も、同じ植生のガブラスとセットで登場したりするぜ。とまあ、そういう理由から大砲を使う人はほとんどいなかった印象だぜ。じゃあ激流装は？激流装は使われていたぜ。当てれば大ダメージを与えることもできるし、ラオシャンロンをひるませて攻撃の妨害もできる。再発射には約10分かかるから、外すわけにはいかなかったな。外したら夢に出そう。時間切れまでに一定以上のダメージを与えられればクエストクリアだ。もし時間内に討伐できたら、公正な剥ぎ取りタイムだぜ。剥ぎ取りは3箇所で3回ずつの、合計9回だ。9回？それ、60秒で剥ぎ取れるの？各剥ぎ取り部位への移動時間もあったから、高速収集のスキルでもないと間に合わなかったな。そういうもんだと思ってたから、そこまで気にはならなかったけどな。私だったら毎回引きずるわ。初代シリーズの防衛クエストも面白かったが、初期ということもあって不便が多かったな。主要設備の使い方もわからないから、最初は手探りで使うことになる。初見で訳もわからず激流装を暴発させ、英雄の証が流れる中で敗北を悟ったのは、私だけじゃないはずだ。そういう不便さや緊張、興奮も含めていい思い出になっているけどな。そこまで懐かしめるの、なんか羨ましいわ。霊夢もいつかはそうなるぜ。ちなみにラオシャンロンには、色違いのアシュもいたんだ。通常種は赤茶色っぽい色だが、アシュは灰色がかった青色だぜ。アシュはさらに体力が高くて、ソロ討伐はほぼ不可能なレベルだった。さらに体力上げてくるの。初代シリーズの防衛クエストは、だいたいこんな感じだな。そして防衛クエストはモンハンシリーズ恒例となり、進化を重ねていくことになるぜ。ここからどんどん進歩していくのね。次の超大型モンスターは、シェンガオレンだぜ。モンハンドスシリーズで登場した、巨大な広角種モンスターだ。モンハンドスは、広角種モンスターが誕生したシリーズだから、超大型モンスターも広角種になったんだろうな。大名ザザミや将軍ギザミの巨大版。攻撃パターンは全然違うけどな。足を曲げた状態でもでかいが、足を伸ばした時の対抗はまさに圧巻だ。シェンガオレンの故障も納得だぜ。これでジャンプできたら鳥で飛び越えられそう。というか、シェンガオレンも他の広角種みたいに骨を背負ってるのね。この骨って、もしかしてラオシャンロン？その通りだぜ。あのラオシャンロンの頭骨を宿にするあたり、シェンガオレンの規格外っぷりが伝わるよな。シェンガオレンは、この頭骨の口から強酸性のブレスを吐き出し、装備ごとハンターを溶かしてしまうぜ。ゆっくり後ろを向いて口を開けるから、分かってれば当たることもないけどな。ラオシャンロンとは別の恐ろしさがあるわね。シェンガオレンの生態は、ほとんど不明だ。ラオシャンロンと同じくらい神出鬼没で、目撃されるのは人の生活圏に近づいた時だけだぜ。モンハンドスシリーズの防衛クエスト以外で、シェンガオレンの形跡が見られるのは、モンハンクロスシリーズくらいだ。古代林に、シェンガオレンが脱皮した跡が残っているだけだけどな。抜け殻でもすごい存在感があるわね。で、シェンガオレンは、人里に近づいて何をするの？シ
シェンガオレンは、縄張りや進行方向上の障害物を、積極的に破壊する習性があるんだ。町に侵攻した際の被害は、ラオシャンロン並みか、それ以上だぜ。だから、シェンガオレンの進行ルートに、町や砦がある場合は非常事態宣言を出し、ハンターを派遣する。ラオシャンロンと同じで、進行を阻止するために砦で戦うのね。砦以外に、戦闘町、というフィールドで戦うこともあるぜ。戦闘町は、ドスのオンライン拠点だった、ドンドルマだ。ポータブル2とセカンド G では拠点ではなくなり、町とだけ表示されるようになったけどな。違いはあるの？砦の場合、流れも設備の配置もラオシャンロンと変わらないな。ただ、ラオシャンロンにあった尻尾はめはなくなって、楽になってはいる。シェンガオレンに尻尾はないしな。安全になったのね。ラオシャンロンに比べたら、だけどな。剣士の場合は、基本的に足を攻撃して、ダウンしたら顔を攻撃するのが、セオリーだったぜ。シェンガオレンは歩くたびに振動を発生させるから、耐震スキルがあると便利だったな。足には V 破壊の判定があって、壊れると赤くなるからわかりやすい。ガンナーの場合は、貫通弾で宿ごと胴体を狙うと、宿を破壊しつつ弱点 V にダメージを与えられる。街での戦闘はどうだったの？街の場合は最初から決戦だぜ。あっという間に耐久力を削られるから、効率よくひるませて攻撃をキャンセルさせる必要がある。その代わり、移動エリアを挟まないから、クエストの所要時間が少ないのがメリットだぜ。戦闘 BGM が砦だと、大敵への挑戦フルバージョン。戦闘外ではアレンジバージョンの、ラオシャンロン、が流れる。街の方が難しそう。主要設備はないの？砦はもちろんだが、街にもバリスタ、大砲、激流装はあるぜ。バリスタは上下に狙いがつけられるようになり、一発撃っても銃座から離れなくなった。大砲は、イーオスはいなくなったが、エリアをまたいで、弾を運搬する仕様に変わりはなかった。激流装の仕様も変わらずだ。私だったら激流装のスイッチで待機するわ。激流装のスイッチに貼り付いてるとブレス攻撃を食らうぜ。だが、ブレスの発射モーション中に、ラオシャンロンの頭骨の口に乗り込むこともできる。重厚に突っ込んでいくようなものだから、やるには勇気が必要だったけどな。校内では剥ぎ取りもできるし、モンハンドスで新登場した、大巨竜爆弾の設置もできる。新アイテムね。口に爆弾設置して飛び降りるのうまく決められたら気持ちよさそう。ただ、結局は武器で攻撃するのが一番早かったぜ。最初にバリスタを撃ったら、あとは下に降りて直接攻撃する人が多かった印象だ。激流装は使う人も多かったけどな。狩猟設備はそんなに使われなかったのね。この頃は、まだ狩猟設備を使う必然性がなかったからな。とはいえ、街で戦えば移動エリアを経由することもないし、初代シリーズの課題を確実に解消しているぜ。冗長さがなくなってとっつきやすくなったのね。ちなみに、ドスではドンドルマの戦闘町を、固有から防衛する、固有迎撃戦というクエストも存在したぜ。錆びたクシャルダオラやテオテスカトルの襲撃から、ドンドルマを守るクエストだ。街を襲撃してくるのは超大型モンスターだけじゃなかったのね。次のトライの防衛クエストは、さらなる進化を遂げたぜ。モンハントライの超大型モンスターは、ジエンモーランだ。モガの村を守るために対決した、超大型モンスターとしてはナバルデウスもいるが、今回は割愛させてもらう。ジエンモーランはロックラック周辺の大砂漠に砂嵐と共に現れる、超巨大固有だぜ。その体長は110メートルを超え、ラオシャンロンをはるかにしのいでいる。最も大きな特徴は巨大な牙で、人が歩けるくらいの幅があるぜ。牙だけでも大型モンスター並みね。ジエンモーランは砂漠の砂を飲み込み、砂の中の有機物を摂取する食性を持っている。その際に不要な砂を噴出口から吐き出すんだが、吹き出された砂は砂嵐になるぜ。ジエンモーランが砂嵐を伴っているのは、この食性が理由だな。色々と規格外なモンスターね。そんなのに襲撃されるロックラックが気の毒だわ。ジエンモーランの襲来はロックラックにとって敵でもあるが、祭りの到来でもあるんだ。なんで祭りなの？ジエンモーランの素材は貴重で価値が高く、町の経済が潤うんだ。ジエンモーランを撃退して素材を持ち帰ることは、ハンターにとって勇気の証明であり、これ以上ない名誉でもある。ジエンモーランとの戦いはロックラックの存亡の危機であると同時に、恵みをもたらすチャンスでもあるんだ。モンスターの襲来が単なる危機ではなく、人々の営みに組み込まれているところが、モンハン世界の奥深さだよな。モンハン世界の人たちはたくましいわね。防衛クエストの舞台は激流戦という砂漠を航行する船だぜ。ジエンモーランと並走しながら戦うことになる。激流戦にはバリスタ、大砲、オードラ、激流装などの設備が備わっている。ジエンモーランは体当たりなどで船の耐久力を削ってくるから、
設備を利用して、ひるませながら戦う必要があるぜ。今までとは随分違うのね。なんだか忙しそう。だが、設備の使い勝手は格段に良くなっているぜ。バリスタや大砲の弾は砲台の近くにあるから、すぐに持ってこられる。しかも自煙網欄はでかいから、大砲も撃てばほぼ当たる。バリスタには単発ではあるが、高速弾が追加され、任意のタイミングでひるませることも可能だ。高速弾を当てると、いろんな方向から何本ものワイヤーが飛ぶが、これは小型船に乗った他のハンターの援護だぜ。他のハンターも協力してくれるようになったのね。ラオシャンロンの落石にもその可能性はあったが、あれはハンターにも当たるからな。クエストのスケールもそうだが、この辺の描写も進化している点だな。オードラはどうやって使うの？オードラは音爆弾みたいなもんだな。自煙網欄は身体能力を活かして状態を持ち上げ、激流線にのしかかってくるんだ。その際にオードラを鳴らすことで、攻撃を中断させることができる。使いどころが大事になってくるのね。激流層の使い方もオードラに似ているな。自煙網欄は口を開けて、正面から突っ込んでくることがあるんだが、そのタイミングで使うんだ。うまく当てれば攻撃を中断させられる上に、大ダメージを与えられる。失敗したらオードラの失敗以上の大惨事になるけどな。なるほどね。今までと違って、本当に主要設備メインの戦いになるのね。自煙網欄が接近してきたタイミングで、背中に乗り移ることもできるぜ。背中には採掘ポイントがいくつかあって、スケルによる採掘が可能。さらに背中には、ひび割れたポイントがいくつかあって、攻撃することでダメージも与えられる。他にも、巨大な牙に大巨有爆弾を仕掛けて、V 破壊を狙う手もある。乗り込んだ先での行動も自由度が増しているぜ。落ちたらヤバそう。落ちたら、ワイヤーを伝って激流線に戻れる。時間はかかるが、ダメージを受ける心配はないぜ。それなら安心ね。しばらく戦うと、決戦エリアに移行する。停止した激流線の設備を使うもよし、船を降りて直接挑みかかるもよしだ。BGM は迎え撃つオードラだが、激流層を当てることで、モンハン3バージョンの英雄の証に変化する。この演出は以降のシリーズで恒例になっていく。激流層を当てた時の流れ変わった中感は異常だぜ。いい演出ね。激流層を当てた後は、ひたすら攻撃だ。頑張れば撃退はほぼ達成できるから、その点も優しくはなっているな。でも、今までの防衛クエストと比べると、忙しくなった感じね。やることは増えているからな。今までの防衛クエストは、戦闘の作業感が拭えない部分があったが、その点が解消されている。ゲーム性に磨きをかけながら、快適なプレイ感も実現していて、素晴らしい進化だと、当時は思ったもんだ。私みたいな経験浅いハンターも、大砲やバリスタで貢献できそうなのがいいわね。ラオシャンロンとかは怖くて二の足踏んじゃいそうだけど、自煙網欄なら戦えそうかも。ちなみに、自煙網欄にも亜種がいるぜ。こちらのクエストはかなり難易度が高く、通常種を簡単に倒せる人たちにとっても、歯応えのある内容だ。そっちは遠慮するわ。モンハン4の防衛クエストは、トライに近い内容だぜ。戦うのは、バルバレの大砂漠に生息する超巨大固有、ダレンモーランだ。自煙網欄と名前似てるけど、関係あるの？自煙モーランとは禁煙種の関係で、砂漠地帯に生息する点も共通している。赤い広角に覆われていて、自煙モーランと比べると、全体的にトゲトゲしいフォルムだ。最大の特徴は頭部の巨大な角で、いかつい見た目をしているぜ。凶暴そうね。攻撃性も自煙モーランより高いぜ。バルバレのギルドはダレンモーランを発見すると、腕自慢祭という名目で、優秀なハンターにクエストを依頼する。撃退に成功したハンターには、勲章が与えられるぜ。腕自慢のために挑む相手じゃない気もするけど、モンハン世界の人たちは勇敢ね。そして、ダレンモーランのびっくりポイントは、なんといっても初登場のタイミングだな。モンハン4ではゲーム開始直後、いきなり戦闘になる。勝てるわけないでしょ。チュートリアル戦だから大丈夫だぜ。大砲やオードラの使い方に、背中への乗り込み方まで最初に教えてもらえるんだ。激流戦での戦い方は特殊だから、チュートリアルで立ち回りを覚えさせてくれるのはありがたかったぜ。あ、なるほどそれは親切ね。実際の防衛クエストでも、激流戦で並走しながら戦うことになるぜ。基本的な戦い方は自煙モーランと同じだが、ダレンモーランは攻撃方法が巧みになっている。噴出口から岩を発射して激流戦の設備を塞いできたり、体を押し付けて船を傾けてきたりな。知能も自煙モーランより高そうね。決戦ステージの BGM も自煙モーランと同じ、迎え撃つオードラだ。激流層を当てた後の BGM は、英雄の証のモンハン4バージョンになっているぜ。トライの流れを踏襲しつつ、チュートリアルがあるのが親切ね。
ちなみにモンハン 4G でモンハンドスに戦闘待ちとして登場した、ドンドルマが復活している。ドンドルマは未だに固有の襲撃があり、モンハン 4G でも錆びたクシャルダオラの襲撃があるぜ。この防衛戦では、筆頭ハンターたちが目に見える形で手助けしてくれる。さらに、ゴブマジオスという、かなり超大型モンスターとの決戦もあったぜ。盛りだくさんね。ということで、歴代防衛クエストまとめの前編は以上だ。最初の頃は色々課題があったけど、代を重ねるごとに改善されていったのね。トライでの仕様変更は大きかったし、モンハン4でチュートリアルが入ったのも、大きな進化だったぜ。むしろ、チュートリアルがなかった、ってのが信じられないわ。当時はそれが常識だったし、初期の防衛クエストも十分に楽しめる内容だったんだぜ。今回の内容だけでも十分に進化した防衛クエストだが、後編では、今に至るまでの進化を説明していくぜ。待ち遠しいわ。すぐに投稿するから、みんなも待っていてくれよな。私みたいに、過去の防衛クエストを知れた人は、高評価を。後編もすぐに更新するから、チャンネル登録をして待っていてくれ。過去の防衛クエストをプレイ済みの人は、当時の思い出話もコメントしていってくれよな。ご視聴、ありがとうございました。モンハン4に至るまで、防衛クエストは十分に試行錯誤が重ねられてきた。だが、以降の作品でも、さらなる進化を遂げていくんだぜ。モンハンダブルクロスで復活したラオシャンロン。大陸の存亡をかけた誘導作戦。そして私たちが今体験している、百有夜行。防衛クエストの歴史は、いよいよ私たちが立つ、費用の砦に繋がっていく。これまで歴史の重みを知れば、百有夜行の味わいがさらに増すこと受け合いだぜ。次回、歴代防衛クエストまとめ、後編。ゆっくり見ていってね。